こんにちは。ココイストアートディレクターの野原美希です。今日はジェルで作るリボンの 3D と合わせた可愛いデザインを解説していきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。今日はチップの方にデモしていきますので、ベースジェルなどの塗布は割愛させていただきます。本日ベースに使用しますのはココイストから発売になっておりますこちらですね、サテンマグネットシリーズの今日は、19番のモーブサテンを使用していきます。私の一番好きな色です。はい、こちらを使っていきます。はい、ではチップの方に塗布していきます。こちらのサテンマグネットシリーズ、ココイストから発売されているマグネットシリーズ全部に共通することなんですけども、塗布量が少ないとどうしてもマグネットの動きが鈍くなってしまいますので、気持ちねたっぷりめに塗布していただくと失敗ないかと思います。なのでハケタイプのこちらねジェルなんですけど、ハケをあんまり立ちすぎないように寝かせてふわっと塗布するようにしていただけると綺麗に塗れるかと思います。はい、塗布できましたらばマグネットで動かしていきます。はい、では使用するのは、ココイストの姉妹ブランドジェリストの方のこちらのマグネットスティックを使っていきます。はい、ではマグネットの、立ち上げ方、本当にサテンマグネットシリーズはこんな感じでゆっくり動かしてあげるとマグネットのパウダーがこんな感じで立ち上がってくるので、今回のデザインに関しては特にマグネットが、どんな感じで入るかは、皆さんのご自由なフリースタイルで全然構いませんので、パウダーを立ち上げてちょっとねキラッとさせた状態で次に進んでいきます。はい、こんな感じかな。こんな感じで大丈夫かな。はい、じゃマグネットのパウダーがキラッと立ち上がって可愛くできたら、ここで一度硬化してください。サテンマグネットシリーズの方が硬化しましたらば、こちらですね、ベルベットマットノンワイプトップコートジェルを塗布して完全硬化していきます。拭き取りタイプのエクセルマットコートジェルの方でもいいかと思うんですけども、この次の工程の時にですね、私はこちらのベルベットノンワイプの方がちょっと好きなのでこちらを使用しています。はい、ではマットコート塗布できたらここで一度完全硬化してください。はい、ベルベットマットの方が硬化して艶消しになりました。でこの次の工程に進む時にベルベットマットコート、これで押し上げでしたらば全然問題ないんですけども、この上にジェルを重ねていったり、今日はこのようにちょっとインクを重ねていくんですけども、どのみち何か重ねる場合ですね、表面がちょっとね上に乗せるものを弾いてしまうことがあったりしますので、私はここで一度表面をエタノールで軽く拭いてから次の工程に進んでいます。はい、もう本当に軽く消毒用エタノールで構いませんので、表面を拭いておいてください。はい、これ準備万端ですね。では次に使用しますのがこちらです。ココイストのブリーディングインクのスモーキーシリーズの中からこちらスモーキープラム、こちらを使っていきます。はい、通常のブリーディングインクのボトルに比べるとちょっとね倒れにくい構造になりました。色もとっても可愛いカラーになります。今日はこちらを使っていきます。はい、じゃあ先ほどベルベットノンワイプマットのこちらですね、トップを硬化したこの表面にこれからインクでラインを描いていきます。でこのハケのままラインを描いていくんですけども、ボトルから出したままだとちょっとね量が多い場合もあるので、軽くペーパーで押さえてから描いていってください。でこの後ラインを描いていく時のポイントなんですけども、ハケをぐっと押し付けるよりはふわっとかけていった方が失敗がないかと思います。その際にチップを動かすのも大切になってくるので、こちらの左手もね連動させてください。これはお客様だとかにする時も一緒です。左手を連動させて描いていきます。はい、ではラインを入れていきます。はい、こんな感じでマットの上に描いてあげるとこんな感じでねすっきりと描けます。このままどんどん描いていっちゃいます。今度は逆に交差していきます。
敗してよれちゃってもこの後隠れちゃうので、あんまり気にせずにいっちゃいましょう。じゃあこの後こちらに入れていきますね。よいしょ。はい、ゆっくり入れます。はい、で交差するリボンが2つかけたら、最後に横にラインを入れていきます。同じようにハケはふわっとかけます。でこの今一度描いたラインがしっかり乾いたら、そこにちょっと重なるようにもう一本ラインを引いていきます。そうするとちょっとこうレースのリボンが重なった感じに見えますよね。今日はちょっとバレエですね、バレエのトゥシューズをイメージしてデザイン作ってます。はい、でここまでラインが描けたら、一度こちらですね、ウルトラグロシーノンウェイプトップコートジェルを塗布して完全硬化しておきます。はい、塗布できたら完全硬化してください。では次はリボンの 3D の準備に入っていきます。使用するのがこちらですね。私も大好きなボバジェルのローになります。こちらを使っていきます。でこのボバジェルに色をつけていきたいんですけども、今日はこちらですね、ブリーディングインクのホワイトを使っていきます。ボバジェルにココイチのカラージェルを混ぜて色をつけることも全然できるんですけども、私はちょっとココイチのカラージェルがボバジェルに入ることでちょっとね、粘度が出ちゃってちょっとベタベタするのが嫌なので、今日はこちらのブリーディングインクを使っていきます。でこの後ブリーディングインクを混ぜていく時の、注意事項とかもお伝えしていきますね。で私はいつもこういうクリアファイルを使っています。でクリアファイルの上にボバジェルのローをスパチュラで構いませんので、よいしょ、こんな感じで少しだけジャーから取ってもらったら、クリアファイルの上にポンと置いちゃってください。そしたらボバジェルの真ん中をちょっとくぼませてあげて、そこにブリーディングインクをちょっと混ぜていきます。でこのホワイトに関しては他のブリーディングインクと違ってしっかりと攪拌をしてから使うようにしてください。私は、自分でね購入した攪拌ボールとかを入れてます。鉄の玉とかを入れてるんですけど、しっかりと攪拌をしてください。はい、ではブリーディングインクを混ぜていきます。真ん中あたりに本当にちょんちょんとこんな感じで3つぐらい置いてあげます。このブリーディングインクの量も、どのくらいの白の濃度にしたいかでご自分で全然調整しちゃっていただいて構いません。でこのままですね、ボバジェルの真ん中にブリーディングインクを置いたら、しっかりと揮発をさせてください。このまま、はい、インクの中の溶剤が揮発するのを待ってから混ぜていきます。揮発溶剤が揮発すると、ここにはもう顔料しか残らないので、ボバジェル自体がベタベタすることはほぼほぼないです。ここでちょっとだけ待ってあげます。はい、じゃあもうそろそろですね、インクの中の溶剤がね揮発したと思うので混ぜていきます。スパチュラでね混ぜてあげても全然構わないんですけど、私はこういうトレーディングカードを入れるこういうねクリアのこういうケースみたいなのが100均とかで売ってるので、この中に指を入れてですね、このままこうやって自分で混ぜていっちゃったりします。よいしょよいしょと、こんな感じでこねていきます。なんかこのね途中のこのマーブルな感じも可愛かったりするんで、ちょっと後でこれでもねちょっとアート作ってみたいなっては思っているんですよ、実は。可愛いですね。でどんどん何回もこう混ぜてこねていると、インクの顔料がしっかりとボバジェルの中に混ざってきてるの分かりますかね。ちょっと乳白色になってきてると思います。真っ白でもね可愛いんですけど、ちょっとこの乳白色加減の方がちょっとね柔らかい感じのリボンになるので、私は今回こんな感じのね柔らかい乳白色のリボンで今から 3D を作っていきます。
よいしょ。はい、じゃあしっかりと、はい、混ざりましたね。はい、綺麗な乳白色になったと思います。はい、そしたらですね、これをちょっとこねちょっとね棒状にしていきましょう。こんな感じで、はい、棒状にしていきます。今日ちょっとねデモするので多めにこねちゃったんですけど、これから作るリボンこんなにたくさん使ったりしないです。はい、こんな感じで棒状にしてあげましたら、スパチュラでまずよいしょ、こんな感じで同じ大きさの塊を4つぐらい作ってください。4つで、あと1つ、この4つの塊よりもちょっとちっちゃめの方を1つ準備しておきます。こんな感じで、今日こっちは予備になるので、はい、このね予備の子は私こんな感じのカラーケースの中にもう常にたくさんね作り置きしてます。この中にちょっと入れちゃいましょう。はい、備蓄の方に回します。はい、ではこんな感じでね、ボバ汁をちぎったものが今5つあると思います。これちっちゃいのは一番最後に使うので、まずこっちの4つをシリコンスティックとかを使ってあげて、ちょっとだけこう丸い感じにこねちょっとお団子を作っていきましょう。こねしていきます。はい、こんな感じでだいたい同じ大きさで全然構わないかなとは思います。今こねた4つはだいたい今同じぐらいの大きさになっていますね。はい、では今からこちらのボバ汁を使ってリボンの 3D を作っていきます。どうしてもエンボスアート、3D アートというと、アクリルパウダーとかで作るイメージかと思うんですけども、ボバジェルのこちらのロを使っていただければ硬化するまでは全然動くので、ゆっくりやっていただいても全然大丈夫なんですね。なので初心者さんにもすごくね作りやすいかなと思います。で、今日は本当特に、リボンのエンボスアートもちょっと簡単にしてみたので、是非ね挑戦していただきたいなっていうのがあります。はい、ではこちらですね、ベースの方にリボンを乗せていきます。じゃあ先ほど作ったこのね丸のお団子をちょっと片側をこねして、ちょっと今この他の3つに比べると雫型になったの分かりますかね。ちょっと雫型にしていきます。こっちもこんな感じで雫にしておきます。はい、とりあえずね全部この4つは雫にしといてください。こんな感じ。はい、ではリボンを作っていきます。はい、じゃあまず1つ目の雫を取ってあげたらば、ちょっとね目安としてはこの1つ目に書いたクロスのところにポンとこんな感じで置いてあげてください。はい、もうなんとなくこうリボンになりかかってるのが分かりますかね。はい、で今日私はこのココイスの、シリコンスティックのみで作っていきます。はい、本当にねシリコンスティックだったらば何でもいいと思うので、使いやすいものとかでねやってみてください。では今雫が乗りましたので、ここでちょっと軽くペタペタと潰してあげます。こんな感じで潰してあげます。はい、ちょっとリボンっぽい、なんとなく先ほどね雫を作って乗せたので、もうすでにこの時点でリボンっぽくなっていると思います。こんな感じでペタペタちょっとねこう潰してあげたらば、今度はこうシリコンスティックの右側の角を使って真ん中、この今リボンの真ん中によいしょ、こんな感じでくぼみを作ってあげます。はい、くぼみができたらそのままこのシリコンスティックを使ってちょっとだけこう広げるように潰してあげます。そこからもう一度周りから寄せてみてください。そうするとちょっとねこう結び目みたいになったの分かりますかね。はい、あとはちょっとね形を調整してリボンっぽい形にしていきます。はい、でもし心配だったら1枚作ったら仮交換っていうのをしていっていただいても大丈夫かと思います。はい、逆側も先ほど作った雫をポンと乗せてあげます。
はい、そしたら作り方でしょ。まずは潰す。はい、潰してあげます。そしたら片側をちょっとシリコンスティックを立てて筋を入れてあげます。こんな感じね。そしたらその筋をちょっと広げるようにして、よいしょよいしょ、ちょっと広げてあげます。一旦ね。そしたらここからまた寄せてあげて、ちょっとプリーツっぽくしてあげて、リボンの形を整えてあげます。こんな感じ。これでもうだいぶリボンっぽくなりましたよね。ここで一度硬化してください。はい、でボバジェルなので少しね気持ち長めに硬化していただけるといいと思います。はい、じゃあね、こちら先ほどのせた2つのボバジェルが硬化しました。そしたら次はこの下にねこうちょっと結び目の部分が出てくるような部分を今から作っていきます。はい、じゃあ雫がね4つ作ったと思うので、じゃあ次は3つ目の雫です。これを乗せていきます。この雫を今度は、左でも右からでもどっちでもいいんだけど、この辺にポンと乗せてあげます。はい、そのまま結び目のところまでこうグッとつなげてあげたら、このリボンのこのラインに沿ってこのシリコンスティックを差し込んでいきます。グッと。そうするとちょっとこちら側片側が薄くなった状態で、今リボンのこう下にね結び目のなんていうのこれピロンって出た部分が今ね飛び出てきたかな。ちょっと立体感出てきたかなと思います。はい、でそのままちょっとこう形を整えていただいて、ちょっとここの結び目のところもしっかりとまたここねシリコンスティックを差し込んで、こんな感じでこのリボンのこのラインに沿ってちょっとここを薄くしてあげるようなイメージですね。はい、そしたらリボンの先端の部分をちょっと形整えてあげて、よいしょ。こういう形にしてあげてもいいし、なんでもいいんだけど、こんな感じで。だいぶリボンになりましたね。だいぶリボンになりましたね。はい、じゃあもう片側を作っていきますね。はい、じゃあもう片側にも最後の雫を使ってここにポンと乗せてあげます。でこちら側も作り方は一緒です。まずここをつなげてあげたら、この今リボンのラインになっているところをシリコンスティックをこうグッと斜めに差し込んで、まずはここを、こっち側に向けて平たくしてあげます。で片側だけ薄くしてあげて、こっちは少しエッジを立てるようなイメージですね。はい、そしたらこっち逆側もこう形をシリコンスティックで整えてあげて、もうだいぶリボンになってきましたね。はい、こんな感じで、かわいいかわいいですね。はい、じゃあリボンのシュッシュって結び目の先端が出たかと思うので、ここでまた一度完全硬化してください。はい、じゃあ最後ですね。最後はこのリボンのこの中心ですね。こう結ばれてるところ、なんていうの、真ん中です。ここねパールとか乗せちゃっても可愛いとは思うんですけど、今日ねこのままボバジェルでやっていきます。はい、こんな感じで最後のちっちゃい子、この子を真ん中にポンと乗せてあげます。そしたらちょっと馴染むようにシリコンスティックでちょっとグッと入れてあげて、よいしょ、馴染ませてあげます。はい、でリボンになりましたね。リボンになりました。はい、かわゆいです。はい、そしたらまたね完全硬化してください。じゃあ最後はですね、もうベースのこちらはねトップ塗って仕上げてあるので、リボンの上だけトップジェルウルトラグロッシーを塗布して硬化していきます。でこの時にこのウルトラグロッシーがたっぷり
このリボンの上に乗っちゃうと、このせっかくのひだのこうねくぼんでる部分、こう結び目のところの立体感がなくなっちゃうので、ウルトラグロッシーここではちょっとねこう量を調整して薄めに塗ってください。はい、カスカスとは言わないんですけど、ちょっと薄めにね調整して塗布していきます。はい、じゃあウルトラグロッシーがリボンに塗布できたら、またここで完全硬化してください。はい、完成しました。こんな感じでベースもツヤツヤ、リボンもチュルチュルに仕上がりました。どうでしょうか。皆さんも可愛くできたかな。はい、あとはカラーバリエーションも作ってみました。今日はねデモをする時にちょっとねリボンが分かりづらかったので、白いリボンにしたんですけども、こちらですね、スモーキープラムの上に先ほどの、ボバジェルに、ホワイトのインクを混ぜたものに、同じようにこのスモーキープラムをちょこっとだけ混ぜて色付けしたリボンにしてます。で同じようにこの真ん中はスモーキーインディゴですね。はい、スモーキーインディゴを混ぜてちょっとブルーにしてます。でその隣はスモーキーマッシュルームで色付けしてます。で一番左はスモーキーチャコールで色付けしています。全部ベースにしてるのはこちらの白いインクを混ぜたボバジェルローです。これに少しずつインクを混ぜて作っています。ブリーディングインク自体はクリアなので、ボバジェルにカラーの、こういったスモーキーなシリーズでも、通常のスタンダードなインクでもそうなんですけど、混ぜるとちょっとねクリアっぽくなっちゃうので、ベースのねこの白いボバジェルを作っといていただけると、こんな感じで色付きのリボンも簡単に作ることができますので、是非ね白いインクをちょっとね混ぜたこのボバジェルローをストックしておくといいと思います。でこのねスモーキーマッシュルーム以外のベースは同じように、サテンマグネットの19番のモーブサテンを使ってるんですけど、こちらのスモーキーマッシュルームでラインを作ってスモーキーマッシュルームで色付けしたリボンが載ってるこのベースは、サテンシリーズのチョコレートサテンになります。これも可愛いですね。チョコレートカラーで合わせても可愛かったです。はい、こんな感じですね。カラーバリエーションも豊富に作れますので、ぜひやってみてください。はい、最初はね難しいかと思うんですけど、ぜひね練習していただくと簡単に早く作ることができますので、ぜひねやってみてください。はい、あとはね少し慣れてきたらリボンの、この 3D もちょっとね進化させて、こう折り目をつけてもうちょっと立体感作ったりすることもできます。ぜひね練習していただくと結構こうエンボスのねバリエーションも広がったりするので、やってみてください。リボンだけじゃなくってハートとかも簡単にできると思います。はい、できると思いますのでね、ぜひやってみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。 YouTube ココイストチャンネルのチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ココイストアートディレクター野原美希でした。ありがとうございました。